こんにちは、ミッキーです。今回は2026年新店舗のみ立川カフェ&グルメ5選です。豊かな緑と洗練された都市機能が調和し、今最も熱い進化を遂げている街立川。実はこの春から夏にかけて心地よい風が吹き抜けるこの街に大注目の新店舗が続々と登場しています。築地直送の魚定食を味わう和空間や緑豊かな話題のエリアに上陸した大人気韓国料理、非日常空間が広がる最新リゾートカフェに駅直結の絶品アップルパイ専門店、そして新たな活気をもたらすこだわりの炉端焼きまで、ぜひあなたの新しい発見につなげてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは立科山立川本店。こちらは2026年5月に誕生したお店です。ふっくらと炊きたてのご飯こそ一番のごちそう、そんな気持ちに応えてくれる炊きたてのご飯を主役に添えた和食店がこちらのお店です。立川グリーンスプリングスの1階に新しく誕生したこちらの店舗、店名は信州の名峰立科山にちなんだものです。丁寧に炊き上げたご飯は一粒一粒が立ち、噛むほどに甘みと香りが広がるのが特徴で、料理はすべてこのご飯を最も美味しく味わうための定食スタイルで提供されます。主菜も副菜もあくまでご飯を引き立てるために組み立てられているという白ご飯好きにはたまらないお店です。シックで落ち着いた店内は大きな窓から光が差し込む開放感のある空間、空と緑に囲まれたグリーンスプリングスの雰囲気ともとても心地よく調和しています。昼は炊きたてご飯の定食、夜は新種食材を使った一品料理や地酒も揃うとのこと。シーンに合わせて昼と夜で違う楽しみ方ができるのも嬉しいポイントです。そんな立科山で今回いただきましたのはマグロ刺身定食、だし巻き卵付き。お盆の上には主役のマグロのお刺身にだし巻き卵、小鉢、お味噌汁、そして土鍋で炊いたご飯と目にも嬉しい品数が並びます。だし巻き卵はオプションメニューになってるんですけども、ぜひとも頼んでほしいようなメニュー。箸を入れるとじゅわっと出汁が溢れる優しい味わいになっています。そして特筆すべきはやはりご飯。この日は秋田小町で粒立ちがしっかりとして甘みも自然、噛むたびに香りが広がりました。しかもご飯はおかわり自由。おかずがなくても箸が止まらなくなるほどの美味しさで、炊きたての土鍋ご飯を心よくまで堪能できました。こちらはだし巻き卵の様子。とてもすっきりとした味わいながら、出汁の甘みはしっかりと感じられます。他にも丁寧に作られた小鉢や漬物も一品一品が確かな仕事ぶりです。そしてこちらはメインのマグロ。新鮮なマグロはさっぱりとした旨味の中にしっかりとしたコクもあり、炊きたてのご飯との相性は間違いなし。トータルでとても満足感が高い、そんなお店になっていました。ぜひ他の定食メニューも含めていろいろと楽しんでみてほしいです。続いてもグリーンスプリングスから新登場のお店をご紹介。こちらは韓国料理ホンデポチャ。ネオンとレンガが光る韓国屋台風のエンタメ居酒屋です。店名のポチャは韓国語で屋台を意味するポジャマチャの愛称。新大久保初の人気韓国料理店として知られていて、今回新しく立川グリーンスプリングス1階にオープンしています。立川駅から徒歩8分ほど、空と緑に囲まれた開放的な外区の軒下に、まるで屋台がスッと現れたかのような空間設計。ガラス張りの開放的な外観と壁アートに彩られた写真を撮りたくなるような都市型韓国屋台です。昼は定食ランチ、夜は本格ポチャ料理とお酒と時間帯で表情を変えるのも魅力です。メニューはチーズタッカルビやサムギョプサルの定番から一品料理まで幅広く、何度通っても新しい発見がありそうな充実っぷりです。
朝11時から夜23時までの投資営業なので、ランチ、ディナーともに利用可能です。今回はランチに訪問しまして、ランチのスペシャル定食メニューを注文しています。スペシャル定食メニューは A と B の2つのメニュー表から好きなメインを2品選べる欲張りな定食。今回は A メニューからチーズタッカルビ石焼きビビンバ、B メニューからソルロンタンをチョイス。まずは左で石鍋の上でトロトロに溶けたチーズが印象的な石焼きビビンバ。熱々の石焼きビビンバの上に甘辛いタレをまとったタッカルビと2種類のチーズがたっぷりと重なります。さらに数種類の副菜とサラダもついていまして、トレーの上はまさに韓国ご飯のフルコース。そして右手はソルランタン。じっくりと煮込んだ乳白色の優しいスープ。こってりとしたビビンバの合間にいただくと口の中がスッとリセットされて交互にどんどん食べ進めてしまいます。そしてランチの注目はセットでいただきます220円のお手頃ドリンク。こちらの店ではモバイルオーダーを導入しているんですけども、意外とメニュー表から分かりにくかったので、必ずランチセットをチェックして注文することを忘れないようにしてほしいです。こちらはソルロンタン。牛の肉や骨を長時間煮込んで作る韓国の代表的なスープ料理です。もう一つこちら石焼きビビンバ。甘辛かけるチーズのまろやかさは間違いのない組み合わせになっていまして、石鍋ならではの香ばしいおこげまで楽しむことができました。さて、こちらも立川グリーンスプリングスに登場した注目の店舗。ハワイにあるアメリカンダイナーの空気感とアイランドスタイルの心地よさを掛け合わせたオールデイダイナーザ・パシフィックルームです。2026年6月にオープンした今注目のお店。天井高のあります吹き抜けの店内には緑を取り入れた開放的な空間でゆったりとした時間が流れていく様子。空と緑がテーマのグリーンスプリングスの雰囲気とも相性抜群です。特にコンサートホールから近い場所にありますので、ライブやイベントの前後にも重宝するような立地です。このお店の看板メニューは大きく2つ。1つは都内で複数回食べログ100名店に選出された名店ザ・グレートバーガー監修の本格グルメバーガー。お肉の旨味を引き立てる焼き加減、香ばしいバンズ、具材やソースのバランスにこだわったメニューが揃います。そしてもう一つがシーズナルメニューを含めて全19種類も揃うふわふわ食感のパンケーキ。加えてロコモコなどのハワイアンプレートやグリル料理、カフェドリンクにお酒、キッズメニューまで揃う充実のラインナップになっています。そんなランチにもカフェにもディナーにも誰と来ても楽しめるようなオールデイダイナーです。個人的にいいなと思ったのは、ディナーもランチも席の予約が可能な点。オープン当初から人気を集め、すでに店内は満席のイメージがありますので、もしこの動画を見て気になった場合には早めに予約をしておくのがおすすめです。さらに飲み放題のついたコースも昼も夜もご提供。2時間の飲み放題がついて4500円とコストパフォーマンスも抜群になっていますので、飲み会の際の候補としても良さそうです。またハワイアンスタイルのアイスクリームも用意。この日は口コミ投稿でアイスクリーム1つ無料サービスもありましたので、訪問時にまだキャンペーンやっていればぜひ LINE 登録等もしながらそちらの特典も受け取ってみてほしいです。さらにソフトドリンクだけじゃなくてお酒のメニューも非常に充実していますので、イメージ的にはパンケーキやハンバーガーが強いと思いますけれども、ぜひお酒を楽しむ場所としてもチェックしておいてほしいです。また嬉しかったのは、お水とは別にフレーバーウォーターが無料でついてくる点。ご覧のように飲み放題になっていますので、メニューが提供されるまでの間もこちらを飲みながら楽しんでみてほしいです。さて、この日にいただきましたのはキャラメルバナナパンケーキとバナナオレオクランチ。まずはバナナオレオクランチ。バナナの自然な甘みにオレオのザクザク食感がアクセントになった一杯。ひんやり甘いドリンクと温かなパンケーキを一気することで至福のカフェタイムが完成。パンケーキとの相性はもちろんですけれども、これだけでもデザート気分を味わえるような満足感でした。そしてメインはパンケーキ。全19種類の中から王道の組み合わせが嬉しいキャラメルバナナをチョイスしています。プルプルと揺れるパンケーキの厚みに感動すること間違いなし。重ねた生地の上にふんわりホイップが乗り、とろりとキャラメルソースが流れ、お皿の周りには甘く熟したバナナがごろり。
ナイフを入れますと、ふわふわの生地がしゅわりとほどけて、口の中で優しく溶けていくようです。ほろ苦いキャラメルの香ばしさとバナナのまろやかな甘みが、軽やかな生地と一体になって、ペロリと食べきってしまうような美味しさになっていました。次回はぜひハンバーガーも試したいです。続いてご紹介しますのは、グラニー・スミスアップルパイ&コーヒールミネ立川店です。2026年5月に誕生したばかりの店舗で、どっか懐かしいおばあちゃんの味、そんなコンセプトを掲げているアップルパイ専門店です。アップルパイの専門店と言いますと、アダムス・オーサムパイが立川にあるんですけども、また新しくアップルパイのお店が誕生して、個人的にはとても嬉しいです。2012年に世田谷の三宿で生まれ、現在は全国で11店舗を展開する人気店グラニー・スミス。ルミネへの出店はこの立川店が初となるようです。店名のグラニー・スミスは青リンゴの品種としても知られる名前で、おばあちゃんが焼いてくれる素朴なアップルパイの世界観にぴったり。立川駅の改札からすぐという好立地に全42席のイートインスペースを併設した使い勝手のいいお店です。ショーケースにずらりと並びますのは、季節ごとに変わる限定メニューを含む常時8種類のアップルパイ。定番から個性派まで顔ぶれが豊かで、どれにしようか目移りする時間も楽しいひとときです。テイクアウトはもちろんのこと、イートインならキャラメルソースとホイップクリームを添えた出来たての味わいを楽しめるのが嬉しいところ。コーヒーやカフェラテなどのドリンクも充実していますので、カフェとしてゆっくりと過ごすこともできます。今回はカフェタイムでスイーツ系のアップルパイいただいてるんですけども、リンゴのキッシュプレートなどお食事としても使えますので、ぜひそのあたりもチェックしておいてほしいです。そんなグラニー・スミスさんで今回いただきましたのは、ルミネ立川限定のオレンジキャラメルアップルパイとカフェラテ。カフェラテはまろやかなミルクのコクがアップルパイの甘酸っぱさを優しく包み込む相性抜群の一杯。温かなパイと香ばしいラテの組み合わせは、午後のひとときを温かく彩ってくれます。そしてこちらはルミネ立川限定オレンジキャラメルアップルパイ。この立川店でしか出会えない限定パイは、サクサクのパイ生地にキャラメル風味のアーモンドクリームと爽やかなオレンジピールを重ね、たっぷりのリンゴを乗せて焼き上げた一品。こんがりときつね色に焼き上がった美しい見た目。フォークを入れますと幾重にも重なったパイ生地がサクッと軽やかな音を立てて、ゴロゴロのリンゴが顔を覗かせます。甘酸っぱいジューシーなリンゴにほろ苦いキャラメルのコク、そしてオレンジピールの爽やかな香りがふわり。イートイン限定のキャラメルソースとホイップクリームを使用しつつ、ぜひ贅沢な味付けで楽しんでみてほしいです。続いてご紹介しますのは、炉端焼き玉川。立川駅北口すぐ、いろりを囲むライブ感がたまらない人気炉端酒場炉端焼き玉川。2026年3月にオープンしたばかりの店舗ですけども、すでに人気を集めていますので予約必須です。1971年創業の老舗玉川の炉端焼き文化を現代風に再構築したお店。炭火の香りや出来上がる音まで楽しめる五感で味わう空間が魅力です。ご覧のように店内は温かみのある照明と落ち着いた雰囲気。カウンターでは豪快な原始焼きを目の前で楽しめるのもポイント。多摩エリアの地酒や厳選日本酒も豊富で、お魚、野菜、炭火焼きをじっくりと堪能できます。ランチ営業はやっていないようなので、訪問は夜がメインになると思うんですけれども、営業時間は16時から23時までと少し早めのタイミングからやっていますので、16時から6時あたりは特に穴場な時間帯だと感じています。また、食べログのクーポンでは、この後ご紹介するお通し刺身盛りがグレードアップしたり、飲み放題が少し安くなったり、さらに名物でありますトロサバ一本焼きがプレゼントされたりといったお得なクーポンが配布されていますので、ぜひチェックしてみてほしいです。
今回はカウンター席でいただいていますので、目の前で炉端焼きの様子を見ることができていますし、ご覧のようなわら焼きの様子もライブ感満載でいただくことができました。まさに映え空間になっていますので、カメラを構えて写真や動画もたくさん撮ってみてほしいです。特にご飯が美味しいので、特別な日のひとときとしても利用するのがいいかもしれません。さて、まず提供されますのはお通しの刺身盛り。この刺身盛りだけでも十分に満足感が高い一品。429円でこれだけ新鮮な刺身をいただくことができますので、この時点でお勧めできるようなそんな店舗かなと思っています。また、ちらっと映していました通り、とても大きなしゃもじのようなスタイルでいただくことができますので、その瞬間からテンションが上がります。さて、この日に注文しましたお酒は立ち日のペールエール。立川特集では何度もご紹介している立ち日エリアから醸造されたインディアンペールエールをいただくことができています。立川のクラフト感が感じられる爽やかな一杯。ポップの華やかな香りと程よい苦味が炉端焼きと相性抜群になっていました。続いてはこちら、自家製ポテトサラダ。滑らかな口当たりにほんのり感じる手作り感が嬉しい一品。お酒のあてにもぴったりで最初の一皿にとてもおすすめです。とろりととろけていく卵の様子は圧巻。前菜としてもとても満足感が高いです。続いては玉川のだし巻き地獄風呂。熱々のだしに使ったインパクト抜群のだし巻き卵。直火で熱した皿はグツグツと煮えており、まさに地獄風呂。見た目とは裏腹にだし巻き本体はふわふわ食感と優しいだしの旨味が広がるホッとする味わいになっていました。続いては名物赤鬼の金棒伊東養鶏場の卵黄付きです。鬼が持つ金棒を彷彿とさせるゴツゴツとした野生味のあふれる特製つくね。一口食べると鬼のように刺激的辛さと肉の旨味が広がります。味の決め手は試行錯誤を重ねて完成させた特製赤だれ。旨味と辛味が絶妙に絡み合い、お酒は止まらなくなるような味わいです。続いてこちらは鬼大トロサバ一本焼き。大トロのような濃厚な脂を持つ厳選サバを豪快に一本焼きで提供。職人が原始焼きで炭火との距離をうまく調整しながらじっくりと火入れして皮目は驚くほどパリッと、身はふっくらジューシーになっています。続いてはカツオの鬼火焼き。脂の乗った最高級カツオを立ち上る藁の豪華で一気に焼き上げた豪快な一品です。またこちらはノンアルコールレモンサワー加えて竹竹といったメニューです。竹で提供される見た目のインパクト抜群な日本酒。竹の香りがほんのり移っています風情のある日本酒としてぜひ楽しんでみてほしいです。続いてこちらはレンコンの炭火焼き。目の前でじっくり炭火焼きされたレンコンはシャキシャキ食感と炭火の香ばしさが癖になる一皿。味付けは醤油とシンプルなのに素材の良さがしっかりと伝わってきます。そして最後は金目鯛の羽釜飯。注文ごとに羽釜で炊き上げる贅沢な締めご飯。ふっくら炊き上がったご飯に金目鯛の旨味がしっかりと染み込み、香りまで最高。そのまま食べても美味しいですけれども、最後には鯛だしをかけてお茶漬け風にすると2度楽しめます。そんな羽釜飯専用の鯛だしは無料で追加注文することができますので、ぜひいただいてみてほしいです。そしてさらに嬉しいのは、残ってしまった羽釜飯はおにぎりにして持ち帰る点。ご覧のようなアルミホイルでバッグ型にしていただく演出も心温まるサービスだと感じました。そしてデザートはセブンティーンズ復刻今川焼き風さつまいもあんのパイとバニラアイス。実は玉川の創業は昭和33年今川焼き屋さんから始まっています。そんな懐かしい甘さを表現した復刻スイーツとして生まれ変わったこちらのスイーツも必見です。さて、ここからはアフタートーク。良かった店の再訪問、どのくらいの感覚だと嬉しいというテーマです。本チャンネルも始めてから6年ぐらいが経ちます。過去にご紹介したお店を再訪問して改めてご紹介することも多いんですけれども、一方で新しいお店が気になって訪問することも多いです。そんな過去に訪問したお店は価格も変わっていたり、内装も実は変わっていたり、あとはメニュー自体もラインナップが変わっていたりといったことで結構変化も多いように感じています。あまり頻繁に紹介しすぎてしまっても飽きてしまうと思いますし、一方でせっかく新しい魅力が加わったりとかしているのにご紹介できていなかったり、また最近登録したばかりの方には以前にご紹介したお店の魅力が伝わっていなかったりといったところで、個人的にも結構悩んでいます。こ
個人的なイメージとしましては、2年前以前に訪問したお店は再訪問の対象としているんですけども、皆さんの中でも何か基準があれば教えてほしいです。例えば季節ごとでもその魅力があれば紹介してほしいといったことがあれば、あまり感覚は意識しすぎずご紹介しようと思いますし、むしろどんどん新しいお店を紹介してほしいといったニーズがありましたら、新店舗を中心に紹介しようと思っています。あくまで参考としてにはなってしまうんですけども、よかったらコメントで教えてください。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムの方では最新の情報もお届けしていますので、そちらのチェックもお願いします。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。